まあその魚とやり合うために何が必要かって思った時に一番にというかもうとにかくそこがすごく大きなところなんですけど、とにかく安心してやり合えるという耐久性が欲しかったというところを一番最初にお願いさせていただいて、はい、ギリギリの安心感っていうところがこれはあるんですよ。例えば200キロぐらいの魚とやり取りするとなると、182キロは40分ぐらいかかったんですけど、例えば40分といってもすごく条件がいいいい日だったので、ただでも40分といえど40分の中に原価っていう勝負どころの駆け引きをする場面っていうのは何十回もあるわけですよ。このトラックを緩めた方がいいのか、ちょっと締めた方がいいのかとか、ガチで上げちゃった方がいいのか、その限界の勝負どころにリールが耐えれるかどうかっていう安心感っていうのは相当でかいというのが全然違うんですよ、その安心感。今まで何だったのって、今まで悪いわけじゃないですよ。よいしょ。いや、ほんと静かだよ。これはなんかすごいと思う。パッと持った時に一番驚くのは持ち重りのなさなんですよ。音が本当に小さいんですよ。これ P85 に170ポンドリーダーにP85 クラスのロッドっていうバランスなんだけど、この番手のロッドでも今ぐらいのキャストをすると少しガイドに当たる音だったりブランクに当たる音ってパタパタパタって、その音がね、こんなに小さい音っていうのはほぼ僕は聞いたことないです。今初めてなんか味わう感じの、要するにスプールからのループがすごく小さいっていうことがまず影響してるっていうのが一つですよね。それはスプール形状だったり計算されたサイズ感だったりとかね、いろんなバランスっていうことが多分あるんだと思う。こうです。これがもう音がしないし、吸い込みがばらつきがないでしょ。変にランダムにならない。なんて言うんでしょうね、裸で回してる時よりもやはり全然なんか軽いんですよね。全体のバランスがおそらくいいんだと思うんですけど、ロッドにつけた時の持ち重りのなさっていうところだったり、ハンドルを回した時の軽さ。ファーストランをできるだけ早く止めたいっていうのが、僕の思っているところで、もともとのドラッグに対してそれで、例えば 50m でも100m でも止まるんだったらいいんだけど、そのドラッグだったらなかなか止まりづらいっていうのがあって、じゃあ実際どういうふうなやり方で止めていくかっていうと、まずハンドドラッグ、ここに手を当ててハンドドラッグで少し止める。でそれもよくハンドドラッグっていうと一気にどうやってもこうやってもガチンと止めちゃう人もいると思うんだけど、そうじゃなくてスーって少しだんだん力を入れて止めたい。だけど止まらないんですよ、モンスタークラスになると。だからでもできるだけ元のドラッグに対してハンドドラッグで止めたい。で止まらなかった場合ドラッグをまたちょっと締める。でまたハンドドラッグでまたちょっと締める、またハンドドラッグっていうのを繰り返すんですね。できるならドラッグで止めるんじゃなくてハンドドラッグの方で止めたい。すごく長距離走ってファストランでもうスプールが触れないとっていうことも実際あるし、スプールでやけどしたこともあるし、そうなった時にドラッグっていうのは熱くなると少し緩くなる傾向があるんですね。で緩くなった
った時はじゃあどうなるかってますます止まらないから、ハンドドラッグを使わないでドラッグだけで止めようと思うとありえないぐらい実は回っちゃうんです。で僕はその昔暑い時はどこまでも回るけども、それが何十分かほっといてそのスプールが冷えた状態の時にもう指で戻らなくなるんです。これをペンチで戻したことがある。でこのぐらいそのロックしちゃうんですね。ということはこの状態で走られると糸は切れちゃう、どんなに太くても。だからそのドラッグ調整っていうのはファイト中に何回も必要ですよというところのその重要性っていうのがまずあるんです。僕はこの今の新しいやつで着目したいのはこのドラッグのノブのラジエーションノブのこの大きさなんですね。すごくでかいと。ファイト中何回もそのドラッグ強くしたり戻したりっていうことをこう繰り返すモンスターゲームにおいてはこの大きさっていうのはね すごく助かるんですよね。この大きさですよ。でこのクリック音っていうんですか、このこうカチ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 ってちゃんとこうはっきり分かるっていうのもまた一つすごくいいところだし、400も見えてると思いますね。400までいける可能性っていうのはもう全然ありますよ。